ソ連黄金の5カ年計画、経済改革でソ連を全盛期に導いた政治家、コスイギン。しかし改革に巨大な壁が、今回はソ連首相、アレクセイ・コスイギンを解説します。ズドラーストビチェ、レイムです。ズドラーストビチェ、マリサだぜ。なんかこの人、頭良さそう。頭脳明晰だぜ。数字に強い実務派だ。なんかこの人、今までと雰囲気が違う。高潔な人だぜ。慎重で控えめなところがある。そんな人物がソ連首相を16年も務めたんだぜ。なんか色々苦労しそう。ああ、苦労人だぜ。経済改革するも周りは敵ばっかだ。なんか地味かも。それは失礼だろ。まあ、イデオロギーの人じゃないからな。ソ連っぽくない雰囲気と実務能力の高さで西側からの評判は高かった。ブレジネフやきもち焼きそう。ああ、焼きもち焼いたぜ。つまり優秀ってことだな。そうだぜ。ということでイデオロギーよりも実務能力を武器にした政治家、コスイギンの解説を始めるぜ。コスイギンは1904年、ロシア帝国サンクトペテルブルグで生まれた。都会っ子か。労働者階級の家庭であり、コスイギンは3人兄弟の末っ子だ。親父のニコライは魚雷を作る軍需工場の旋盤工として働き、母マトロンは家事に専念。そんな母はコスイギンが3歳になる前に亡くなってしまい、父子家庭で育つこととなる。家庭環境はどうだったのかな？厳格な親父の教育が彼の人格形成に影響しているらしいが、彼の幼少期のエピソードは少なくぶっちゃけわからん。ジプシーの女性にさらわれかけたり、両親の姉の世話をしたりとかいろんなエピソードがあるのだが、特筆すべきことは、よくある家庭の普通の子だったってことね。そういうことです。いつの時期かわからないが、コスイギンは地元の中等教育であるペトロフスキー実業学校に入学。ここで今後開花させる能力を培ったのかもしれない。何ですか？彼は算術に秀でていた。後に平方根の計算、パーセンテージの計算といった分野で職場の同僚を驚かせる。数字に強いってか。なおコスイギンは暗算が得意らしい。実務派って感じね。勉学に励むコスイギン。しかしペテルブルグに革命の波がやってきた。1917年、彼が13歳の頃ペテルブルグでは2月革命が発生し、ニコライ2世が退位、町は荒廃し食料不足、親父は失業状態となり、革命勢力の警備兵として徴兵される。姉にあっては病気の悪化なのかわからんが、成長が止まってしまった。コスイギン一家ピンチ。そして1919年、15歳のコスイギンは学校を中退し、赤軍に入隊した。15歳？ああ、革命的情熱で入隊したとも、または、飢餓を避けるために入隊したとも、戦闘に参加することはなかったようで、野戦建設局の人員として塹壕掘りなどをしたらしい。そして17歳くらいの時、若すぎる、徴兵年齢に達していない、って理由で赤軍を除隊させられる。これからどうすんの？コスイギンは、当時レーニンが重視した熱気の協同組合政策と重なるように、食料行政、協同組合職員を養成する全ロシア食料課程の門を叩いたのだ。そしてコムソモールにも加入。よかったね。その後、より専門的な協同組合技術学校へ進んだ。何ですかそれ？ざっくり言えば国家の食料政策や農村経済を担う人材育成だよ。当時は食料不足が深刻で農村の復興が課題だった。よって、調達や配給、在庫管理、組合の管理、会計などを学んだのさ。経済官僚の第一歩ね。1924年学校を卒業、コスイギンはシベリアに赴任することとなる、ノボシビルスクにある消費協同組合の職員となったのだ。これってコルホーズのことですか？ちょっと違う。コルホーズは1920年代後半から始まった生産集団で問答無用って感じだ。しかしこの時代は市場経済がある程度認められ、税を納めれば農産物を自由に売買できた。消費協同組合は農産物を買い取り、保管管理、都市へ流通させる役割を担った。逆に都市部の工業製品を農村に供給するってパターンもある。農村と都市のパイプ役か？その通り、ざっくりだけど、これが消費協同組合の役目だぜ。ここでのコスイギンはできる男だった。2年後の26年にはレナ川沿いのキレンスクに転任、そして組織の責任者になった。この時のコスイギンは22歳。当時の彼はイギリス企業合同による鉱山開発に携わったり、組織の合理化を図ったりと、実務家としての顔を覗かせる、協同組合での横領を分析して告発したり、農民に対しては無駄金使うなら国債を買え、と呼びかけたり、演説に小難しい単語を使うな、との配慮をしたりと、農民に寄り添った社会主義者として評判も上々、隔絶された大河の村々をチャリンコで移動するなど精力的に活動した。よくわからない。コスイギンは具体的にシベリアで何してたの？農産物の流通と管理じゃないのか？あと農民に対する社会主義教育とか。なんか地味だぞ。武勇伝はないのか？得意技は計算だろ。収益を高めるとか。つまりそろばん弾いてただけか。それが彼の強みだよ。なんか地味だ。いやいや、数字に強いってのも一つの武器だぞ。ということで1927年、実務能力の高いコスイギンは共産党の党員に、私生活も順調で、キレンスクで出会ったクラウジアと結婚、そしてシベリア一帯を管理する消費協同組合連合の幹部職に昇進する。やった。とコスイギンは消費協同組合で出
世していくと思いきや、ここでくら替えをする。なんでです？彼はシベリアでの6年間を経て、ふるさとのレニングラード戦位研究所に入学したのだ。優秀な若手として引き抜かれたと見るのが妥当だが、コスイギンはシベリアでの職務に嫌気をさしていたとも語られる。どうして？コスイギンがシベリアを離れる頃、スターリンが推し進める集団農場化で、協同組合の存在意義が揺らぎ始めていた。でもってシベリアの協同組合には、ボリシェビキ以外の派閥の人々も結構関わっている。次第に彼らは人民の敵として、こんな空気感にげんなりしたってか？そうそう。あと興味深いのは当時シベリアの第一書記だったロベルト・エーヘとの関係だ。エーヘはコスイギンを高く評価し、幹部職に昇進させた。そんなエーヘは後の大粛清で亡き者に、コスイギンはエーヘに評価された男という危険人物のレッテル貼りを恐れたとか、これは後のコスイギンの政治姿勢に影響を及ぼしたとも、彼は政治家の子分と見られることを避けるようになったのだ。フルシチョフの庇護下に入ったブレジネフとは逆だな。そして彼は派閥を作らなかった。この姿勢は後に自身を救うことになるし、逆に足を救うことにもなる。なんか色々ありそうだぞ。ああ、ドロドロの権力闘争が展開されるってことだよ。ちょっと脱線したので話を戻そう。コスイギンのレニングラード戦位研究所での学生時代は長かった。後に戦位工場の管理者となることから、戦位技術だけでなく、経済学なども学んだようだ。経済学？よくわからんけどソロバン弾くにはぴったりだな。ソロバンというよりテクノクラートって感じだよ。研究所内の党組織では書記になるなど、頭角を現していたようだ。優秀ね。しかしだな、本当に浮いた話はないのか？なんかつまんないぞ。またかよ。アンドロポフの偽名疑惑とか、ブレジネフの俗物とか、チェルネンコの4股とか、面白話は？見当たらない堅実な管理者タイプなのだ。そうやって出世していくんです。そうですか。そんなコスイギンは研究所で最高の成績を残し、1935年、ジェラボフ戦位工場の現場監督に抜擢された。2年後にはオクチャブリスカや織物工場の工場長に昇進。この時33歳。わけ彼は就任してすぐに工場の設備を更新し、生産性と品質がアップ。毎朝、誰もいない朝7時に出社し、施設の状態を把握した。嫌な上司だぜ。そして現場の数字や設備の状態は全部頭に入っていたそうだ。ごまかしできねえな。視察した共産党幹部は工場の清潔さ、改善された労働環境に好印象を持ったという。悪い噂はないのか？悪い噂は理想の上司すぎだろ。しつけえな。あえて言えば不愛想で頑固だったらしい。無口で最低限のことしか話さない。近寄りがたい上司ってか、ダメじゃないか。しかし彼の指示は的確であり、工場は発展した。やっぱ優秀な人や。ということで党からの評価は高くレニングラード、ビボルグ地区の共産党地区委員に選ばれたぜ。地区委員とは？共産党の地区幹部になったってことだよ。38年、コスイギンはレニングラード党委員会の公領、運輸部門長に昇進、党市の公領政策を担当する幹部に、そして数ヶ月後、市議会執行委員会の議長、すなわちレニングラードの行政のトップとなった。出世が早い。だってこの時代。大粛清の時代だった。ということでコスイギンは、粛清での人員不足が功を奏し出世した。でもそれだけじゃない。コスイギンは当時のレニングラードのトップ、レニングラード第一書記ジダーノフの目に留まったのだ。ジダーノフ？後の政治局員で、スターリンの側近だった大物だぜ。39年1月には、繊維産業人民委員部の委員長に就任。この肩書きは？繊維産業の大臣だぜ。省庁の大臣ですか？モスクワ入りか？そうです。ついでに共産党の中央委員会入りを果たす。そして翌年には人民委員会議の副議長に就任した。これは？内閣の副首相って感じかな。ちなみに当時の人民委員会議の議長はモロトフ、そして41年以降はスターリンです。すげー、ナンバー2って立ち位置か？違います。内閣ではナンバー2ですが、ソ連を支配するのは共産党です。党中枢の中央委員会ではまだ若手です。だが実務能力は抜群だった。だから行政や経済の分野で高いポストに抜擢された。なるへそ。そして副首相だけじゃない、消費財評議会議長にも任命された。彼はソ連人民の医療、食品、日用品の生産と供給を総括する立場となったのだ。そろばん弾くのうまそうだからな。中央では今までの経歴が存分に活かされ、効率と合理性を重視する姿勢だったという。5年前は工場の現場監督だったのに、出世早すぎじゃない？前述した要因が重なった結果だと思われる。大粛清で人員不足になり、大物ジダーノフの目に留まった。高い実務能力と個人的な素質、権力闘争に深入りしない姿勢も評価されたかも。シベリア時代の教訓が生かされてるわね。よってコスイギンは目をかけてくれたジダーノフに近づくことはなかったという、権力闘争に巻き込まれるのを警戒したのだ。生存戦略ですね。とコスイギンは副首相として絶好調だったのだが、
1941年6月、とうとうナチスドイツがソ連に侵攻してきた。コスイギンは独ソ戦開始時、人民委員会議避難協議会の副議長に就任。避難協議会？工場設備や資材を東方へ移すための組織だよ。避難協議会の中心的な指導者として1523もの企業を疎開させるという功績を残す。前線のハリコフには自ら赴き、戦車やタービン工場の避難を間一髪のところで成功させた。なおこの時期、国家防衛委員会レニングラード代表にも就任。モスクワとレニングラードを飛行機で何度も行き来したという。また、石炭や石油などの利用規制に関する業務にも就いた。やることいっぱいあるわね。戦時経済を支えるため大変なんだろうな。1942年1月、国家防衛委員会全権代表として包囲されたレニングラードへ飛んだ。すぐさま武器や食料など物資の状況を把握。封鎖都市への補給や避難のため、ラドがこの表情輸送路、生命の道の指揮を取り、固定パイプライン敷設にも注力した。ずっと包囲されたレニングラードにいたの？いや7月までの半年間だな。ただモスクワに戻った後もレニングラードの補給問題を担当していたようだ。42年8月、工場稼働等のための現地燃料調達確保の権限を与えられる。どういう意味だ？戦時経済における工場の燃料確保を仕切ったんだろう。1943年にはロシア SFSL の人民委員会議議長に任命された。どういう意味だ？つまりソ連内にあるロシアの首相になった。もちろんソ連の副首相も兼任してる。最前線への物資供給、解放地域の経済回復、避難民、企業対策などを指揮。1944年には為替委員会の委員長にも就任。どういう意味だ？海外貿易、財務、中央銀行が名を連ねる委員会だ。そうなんだ。なお、コスイギンは大祖国戦争の戦時経済を支えた功績により、43年に赤旗勲章を受勲。これはすごい勲章なの？当時最高位であるレーニン勲章の次って感じかな。ちょっと余談だが、コスイギンは勲章をつけまくるブレジネフの態度を快く思っていなかったという。おー、勝利勲章が眩しい。そして自身の赤旗勲章には特別な思い入れを持っていた。この性格の差は何なんだ？なんか実直なコスイギンらしいエピソードでした。謙虚な人だ。45年、戦争が終わり国家防衛委員会は解散。彼はロシア SFSL 人民委員会議作戦局長に。作戦局長？肩書きが難しくて理解できません。確かに、でもここからもいろんな役職に就きまくるんだよな。ここは端的に説明を。そうだな、ざっくり言えば副首相のポジションを継続した。なお、内閣に相当する人民委員会議の名称は閣僚会議に改められ、各部門の長である人民委員も大臣へと解消された。だから難しいこと言うな。さっぱりわからん。コスイギンは内閣のナンバー2として活躍し続けるのさ。戦前と同じじゃん。まあ、政治局候補委員にも選出されたけどな。お、とうとう政治局入りか。政治局の候補委員だぞ。会議に参加するが決定権はないぞ。準メンバーみたいなもんだ。あとちょっとで党の最高幹部クラスって感じね。そんなコスイギンはスターリンからの評価も上々だったようだ。47年、彼と妻クラウジアは突然スターリンからクリミアのダーチャに招待された。スターリンとの晩餐の後、黒海艦隊の巡洋艦でコーカサスへの船旅にも同行。なんか嫌な船旅だぞ。そして43歳のコスイギンはスターリンの後継者候補として噂されるようになった。コスイギンは嬉しかったのかな？どうだかねー、こういうの忌避してたからな。そんでもって彼はスターリンのダーチャに集う一員になっていた。あの共演に参加していたのか。いや、ただの事務連絡って感じかもな。クンセボダーチャの晩餐会には参加しなかったって記事もある。彼はスターリンにも距離を置いていたのだ。コスイギンのキャラであの共演は無理だろ。ああ、腹芸なんてできないだろうな。でもスターリンからの信頼は厚く、アリフモメートルというあだ名をつけられた。何ですかそれ？コスイギンは財政や経済について的確に回答してくれるんだとよ。現に暗算が得意で、数字の矛盾を速攻指摘したり、膨大な数字を記録してたり。まさに人間計算機。そうそう、数字にめっぽう強い人だったからな。よって48年には財務大臣に就任し、数ヶ月後には経工業大臣に転任。財務大臣の期間が短い。財務大臣として各省の予算請求を突っぱねまくるので、モロトフラ幹部と圧力があったとか。頑固者。そしてスターリンのお気に入りのため、当時の政治局員に警戒されたとか。約款出るやついそう。でもこの年、とうとう政治局の正式メンバーとなったぞ。とうとう、党の最高幹部に、やったー。しかし49年、人生最大の危機が訪れる。なんぞそれ。政治的謀略であるレニングラード事件が起きたのだ。48年、かつてレニングラード第一書記だったジダーノフが死去した。そしたらベリアやマレンコフがレニングラードの一大勢力であるジダーノフ派を潰しにかかる。ジダーノフ派は分派活動や横領をした的な言いがかりをつけられたのだ。ジダーノフに引き立てられたコスイギンは、ピンチ。50年にはジダーノフ派幹部が極刑になり、共犯者への追及も行われる。コスイギンを取り巻く状況は悪くなっていき、不安を抱えつつの生活を余儀なくされた。妻クラウジアの親戚関係から逮捕者が出たり、自宅に盗聴器が仕掛けてあるのを発見したり。連鎖が怖いな。そして52年、政治局の正式メンバーから候補委員に転落。粛清を覚悟するコスイギン。しかし会合の席でスターリンから、元気かい？
大丈夫、まだ働ける、働くんだ。と声をかけられたそうな。切り抜けたか？ああ、切り抜けたぜ。スターリンのお気に入りだったことが功を奏したとも。はたまた、派閥に深入りしない今までの態度が功を奏したとも。なるへそ。なんとか切り抜けた小水銀。しかし政治局を下野することとなる。53年スターリンが死去、新たな指導部が形成され、彼は政治局から外され、副首相も解任となった。どうして？新体制では政治局員の枠が減ったし、レニングラード事件の影響もまだあるのかも。しかし彼は権力闘争よりも国家の実務に力を注ぐタイプだった。フルシチョフの時代、軽食工業大臣、工業消費財産業局長、消費財生産委員会副委員長。と、なんか小難しい経済分野の役職を8回も転々とする。だから肩書きを連呼すんな。さっぱりわからん。流れが変わるのは57年、モロトフ、マレンコフらが反旗を翻した反党グループ事件が発生。小水銀はどう動いた？彼は蚊帳の外だったよ。中央委員会総会でフルシチョフを支持しただけだ。でもフルシチョフからの信任は厚かったようで、政治局の候補委員に返り咲き、副首相にも復帰、ゴスプラン議長、コメコンのソ連代表に。コメコン？それは食い物か？そして政治局の正式メンバーに再び選出される。復活？閣僚会議のトップである第一書記のフルシチョフは政治問題に注力していたため、閣僚会議を実際に仕切っていたのは大抵小水銀だった。行政は小水銀に任せっぱなしか。でも彼は根っからの実務家であり、61年哲学者との会話で自らを、私は政治家じゃない、技師だ。あえて言うなら国家の主任技師だよ。と自己表現している。どういう意味だ？計画経済の複雑な生産メカニズムを運営しているって意味だよ。わからん。実は私もわからん。それはともかく彼は、極上型のフルシチョフとうまくやってけるのだろうか？いや、無理だろ。ということで小水銀は思いつきのように行政機構を変えるフルシチョフに振り回されたようだ。そんなフルシチョフは中央官庁を変えたい。彼は地方政府に権限を移譲すれば効率的になると考えた。組織をいじれば経済は良くなる。って感じのフルシチョフ。しかし現場監督からゴスプランの議長まで歴任した小水銀は、現状と数字を細かく検討。制度そのものを変えなければダメだ。というか混乱が増えるだけ。と難色を示す。そして案の定、地域間で資材の取り合いが起き、技術の統一も困難な状況に。ダメじゃん。また、事業の投資回収期間を2年と見積もるフルシチョフ側に対し、小水銀はまともな設備投資の回収は長期間かかるのが普通だ。と難色を示す。そして結局は無理なノルマを敷いて回収する羽目に。短絡的なフルシチョフと計画的な小水銀ってか。フルシチョフの短絡的な逸話を挙げればだな。またトウモロコシですか？それもある、が、それだけじゃない。ボルガ川河口を飛行機で通りかかった際、自生する足を見た同行者が、静止原料になる、と発言した。その発言に触発されフルシチョフは興奮。アストラハンに製紙コンビナートを建設することを即決。思いつきすぎる。小水銀は、そんな予算はない、と反対。しかし工場は建設された。なお、稼働するにあたって足の量は足りなかったようだ。やっぱダメだったか。そんな感じで農業政策も推し進め、小水銀は苦言を呈すも、フルシチョフは、まるで分かってないのに農業問題に首を突っ込んでくる。と煙たがり、しまいには小水銀を中枢から遠ざけた。それはあんまりだ。そして1964年、フルシチョフ解任劇ね。野望のない小水銀はどう動いた？密かにブレジネフらと話し合っていたとも、政治的な駆け引きから距離を置こうとしたとも、どっちやねん。反フルシチョフに傾いていたのではなかろうか。カーゲーベイが味方であることを確認し、反フルシチョフについたのでは、まあ、なんとも言い難いが、密室の権力闘争ですから。ただ、ミコヤンがフルシチョフを閣僚会議に留めてくれと懇願したのに対し、小水銀は半端な措置では解決できないと猛反発したとか。めっちゃ怒ってますやん。そして64年10月、ブレジネフの時代が到来した。党はフルシチョフの独断専行を反省し、集団指導体制に、小水銀は閣僚会議議長、すなわちソ連首相になった。やったぜ。問題だらけになっている行政や経済機構、小水銀はまず中央官庁を復活させ指揮系統を再整備、安定を望むブレジネフは彼の政策を支持、そして、計画経済を効率化する改革を打ち出した。来たぞ来たぞ。ああ、俗に言う小水銀改革の始まりだ。でもって改革の内容は？利潤導入方式を取り入れた。どういう意味だ？62年、リーベルマンという学者がプラウダで計画経済に利潤を取り入れると提唱し論争となった。改革はそれを参考にしたのだ。そんでもって消費財の増産を重要視した。物不足だからね。ああそうだ、ざっくり言えば、消費財の充実、給料いっぱい欲しい、仕事頑張ろう、生産性が向上、収入増加。という好循環を作り出そうとした。この例えで大丈夫なのか？ということで利益を評価に取り入れつつ人民に還元した。ふむふむ、今まではノルマ分を作れば評価された。しかし改革では買い手が納得し代金が入った時点で評価される。適当な商品は作れませんね。企業には一定の自主権を与え、現場の判断で効率化、そして企業基金の設立を促した。企業基金？企業は利益の一部を基金に回すんだよ。それで設備の更新などをできるし、企業基金でダーチャを整備し、社員に割り当てることもできる。福利厚生って考
感じかな。そして、企業基金からボーナスも、優秀なものほど多めに、なんかやる気が出てきたぞ。新設備導入、生産拡大などの好循環が生まれ始め、衣料品、家庭用品、食料品などの不足が一定の割合で改善。改革開始後、工業生産量は 1.5 倍に増加し、国民の所得も5年で3、4割増加した。コスイ銀は西側からの技術導入も積極的で、イタリアのフィアットと提携した大規模なボルガ自動車工場の建設が進み、70年代、民間用自動車の大量生産が始まる。彼は改革前から、ソ連に閉鎖的な経済を作るつもりはない、と演説しており、これが実現された感じだ。なお、この改革はソ連史上最も成功した黄金の5カ年計画と呼ばれた。これがソ連黄金期か、反対勢力はいなかったの？改革前から懸念の声があったが、指導部の総意による政策だ。余談だが、軍需産業のボスであるウスチノフは、コスイ銀に不満を持っており、後年は皮肉を言っていたらしい。抵抗勢力だ。消費財優先の改革に警戒したんだろうな。なお、ウスチノフは真夜中の工場に押しかけるといった猛烈な親父で、コスイ銀とはスタイルがだいぶ違う。同じテクノクラートだけど、経路は全く違うわね。ああ、現場介入型のウスチノフ。それに比べコスイ銀はスマートだった。よって外交の世界でも大きな印象を残すことになる。外交？首相になれば外交の場も増えるだろ。66年、第二次インパ戦争の際、両国の仲介役として粘り強く交渉、タシケント宣言を実現させる。この外交的成功以降、コスイ銀は西側からクレムリンにおける実務者と見られるようになる。67年アメリカでのグラスボロ会議ではジョンソン大統領と会談。ここでもコスイ銀は高く評価される。知的かつ実務的で、妥協点を探ろうとする姿勢が好印象を与えた。コスイ銀以前は悪い印象なのか。69年のダマンスキー島事件では中ソ対立が危機的状況に陥り、中国で緊急会談を実施。周恩来とは、最悪な状況は回避するとの認識を一致させた。コスイ銀改革の印象、イデオロギーを押し出さない穏健さ。西側メディアからは合理的で交渉可能な人物と報道されたのだ。今までのソ連指導者のイメージとは、冷戦時代だからな、悪かったんだろうな。国連総会で興奮して、靴で机叩き出した指導者もいるし、拒否権連発する外相もいるし、確かに印象悪い。なおコスイ銀は海外で贈り物をされるがこれを受け取ろうとしなかった。もし受け取っても国庫に収めた。どっかの誰かさんと大違い。ドイツ訪問時、ベンツを贈られたコスイ銀はこれを公用車にし、同じく、ベンツを贈られたブレジネフは現地ですっ飛ばし、事故って大破させた。なんだこの差は、まるで水と油だ。そうだな。この二人、うまくいくのかしら？表面上はうまくやってたが、ブレジネフは実務能力が高いコスイ銀を警戒した。というかフルシチョフ時代からライバル視をして、嫉妬心まで抱き、コスイ銀の評判を気にしまくってたとも。大変だ。よって、コスイ銀より報告が遅かった場合、怒って当てつけをしたり、コスイ銀の成果であるボルガ自動車工場の視察に行かせなかったり、メンツを気にするブレジネフの焦りが見て取れる。しょうもないな。おい、真面目な話、外交や儀礼といった面で権限をめぐり、首相と第一書記はいさかいになっていたのだ。縄張り争いだな。と嫉妬するブレジネフだが、コスイ銀を尊敬していたとの話もある。どっちやねん。なんだかんだで、政権にとって必要な人物だったのでは？また、派閥を持たないコスイ銀は常に孤立状態ってわけじゃない。一時的な立場の一致とか色々あったみたいだ。しかし、権力闘争を帯びてくると、こうなると辛いわね。ただ、クレムリン以上に不満を募らせたのが中央、地方の官僚だった。既得権益ですね。そうです。ブレジネフはこの状況を利用、党の権限強化を呼びかけ、官僚たちを取り込んだぜ。ブレジネフになびく官僚は大勢いそうね。ああ、そうやって省庁やゴスプランが改革に逆らうかのように経済統制を強めていく。結局、企業の自主性を促進しても、お上は資材配分を握り続け、効率を求めると同時に一定のノルマも要求した。矛盾してない？ああ、おかしいよな。通貨ノルマあるの？計画経済なんだからノルマはなくならんさ。市場経済じゃないんだよ。ということで価格を決めるのは国家だ。この仕組みでどうやって改革成功するの？利益出すの？とりあえずノルマ分を生産するだろ。そこから売れた分が企業基金に入る。売れなかったら？企業基金からのボーナスは減るよ。でも毎月の給料は国によって保証されてるよ。あと売上といっても、顧客は国営の商店や問屋だから、拒否しないギリギリの品質で OK だよ。ぬるま湯だ。しょうがない。価格は国が決めるので競争が起きない。よって消費者ニーズへの対応も弱く品質は上がらない。コスイ銀はここにもメスを入れたかったとの記事があるが、どうなんだろうか？イデオロギー担当のスースロフが修正主義者と叫び出すかも。ということで、政治では経済改革を牽制する動きが、ブレジネフは66年の党大会で経済改革への言及を抑え、腹心のチェルネンコと共にレーニンは経口量よりも農業に関心があった、とコスイ銀を批判。己チェルネンコめ。そして農業と軍事の予算を増額する。それでも計画経済におけるグループ B、すなわち消費財部門は改革で 1.5 倍も増産された。しかし、ソ連は重工業部門であるグループ A を常に優先しており、当然これを堅持。軍事最優先ですから。だからグループ B が増産されるも、大躍進とまではいかない。物不足は解決しませんね。経済改革によって生産力は向上した。しかし、そこから先へ発展
することはなかった。改革の限界だな。ということで60年代末までに改革は頓挫したとも。ダメだったのか。改革が頓挫していく中、さらに状況が悪くなる。なんだ68年1月チェコスロバキアで政変が発生。チェコの第一書記であるブクチェクは人間の顔をした社会主義を打ち出した。湖水銀改革より大胆なのか？市場経済を取り入れるよ。政治も思想もソ連よりずっと自由になるよ。あかん、潰される。ソ連と東欧諸国は焦り、チェコ側を非難しつつも説得を試みた。がチェコは態度を変えず、3月にはソ連が軍事介入を検討し始める。5月、モスクワでブレジネフとブクチェクが会談するも物別れ。同月、国防省のグレチコが圧力をかけにチェコに訪問。翌月には軍事演習を実施。休暇中の湖水銀は、そんな緊張したチェコに訪問した。休暇中？意外とのんきだな。温泉でも入ったのか？非公式会談だよ。アメリカの公文書は、湖水銀はチェコにこれ以上荒立たせないよう圧力をかけていた、と分析する。チェコの指導部を批判する一面もあった。湖水銀っぽくないな。彼も政治局の一員だからな。しかし湖水銀は軍事介入には反対だったとも。チェコへの軍事介入により自国の改革への希望が打ち砕かれるのを懸念した。って論ずる記事もあった。どっちだ？本当に軍事介入反対してたのか？なんとも言い難い。ただ、彼はチェコの市場経済導入に大きな関心を寄せており、いずれソ連にも市場原理を導入しなければならない。しかし、それがどこに行き着くのかわからない。と、後のチェコ指導部に吐露する一面があったそうな。イデオロギーの人じゃないからな。なお、政治局では軍事介入をめぐって意見の対立があったとも。7月末、湖水銀はチェールナでの会談に参加。両国、一旦は譲歩したが後に決裂。そして8月、ソ連は軍事介入した。ソ連は国際的に非難を浴び、西側メディアは湖水銀に失望。あらららら。そして、プラハの春を境に湖水銀の舵取りはより厳しいものになっていく。指導部は経済改革を一層警戒。ブレジネフにとって、プラハの春は湖水銀から権限を奪うカードとなった。派閥のない湖水銀は大変ね。ゴスプランの調整機能は強化され、省庁は企業の統制を一層強める。それだけじゃない、省庁などが細分化され、計画経済がより複雑になっていった。ノーメンクラプーラが増えていく。当然湖水銀の提案もより厳しいものに。71年、湖水銀はチェコのシュトローガル首相にこう漏らしている。何も残らなかった。全てが崩壊した。改革は全く望んでいない人々の手に渡ってしまった。これは、切なすぎる。ということでソ連は停滞の時代に向かっていくぜ。ソ連黄金期は短かった。そうだな。で、ここからの湖水銀は活躍できたの？ああ、依然としてソ連首相の存在感を発揮した。70年には西ドイツとの不可侵を確認するモスクワ条約を締結、デタントを促進させる。しかし翌年、西ドイツのブラントがソ連を訪問するも会談の場に湖水銀の姿はなかった。これは、ソ連の顔はブレジネフだってこったな。しかし存在感はあった。71年のカナダ訪問の際、先住民の帽子をかぶるなど柔和な一面を見せる。似合ってないな。アイスホッケーの試合を視察した際もスタジアムの観客は大歓声。でも、カナダ訪問時はハンガリー系の移民に襲撃されるといったアクシデントが。ハンガリー動乱の恨みか。カナダ訪問後は友好国キューバにも訪問。カストロ。第4次中東戦争の際はエジプトへの軍事支援と停戦工作に従事。ここでオイルショックが起きる。70年代前半、湖水銀は投資や技術導入のため、ドイツなど西側と経済交渉を行っていた。これはエネルギー外交にもつながり、ソ連は原油で大きな利益を得ることとなる。さすが、経済担当してるだけある。近隣のフィンランドにも力を入れ、鉱山開発や原子炉建設など、経済協力を深める。影響力が落ちたとはいえ、大活躍じゃない。ああ、大活躍だ。でもな、70年代のソ連の顔はデタントを推進するブレジネフに移っていくぜ。ほうほう。でもって、肝心な経済改革は ?71 年から75年の第9次5カ年計画では、湖水銀は消費財の増産を再び重要視した。黄金の5カ年計画をもう一度。しかし計画終了時は、経済のほとんどの部門において減速が見られた。歴史家ロバート・サービスによれば党、省庁、軍需産業が結託して意図的に目標を妨げたとも。軍事最優先だー。あとブレジネフが唱える農業政策が重視されたぞ。またかよ、うまくいったのか？もちろん失敗した。通貨穀物を西側から輸入した。しかし、70年代前半の経済は、西側から導入した化学、自動車などの機材による増産と資源開発と原油高で、まあまあって感じだった。70年代前半はな。70年代後半はもろ停滞の時代だ。そうか。だってソ連経済は原油頼りになってくんだもん。原油で稼いで西側から技術を導入したが、自国のハイテク産業は発達しなかった。ブレジネフは原油高で満身状態か。ああ、ウハウハだぜ。このままではやばい。経済改革はどうなった？
経済改革は？経済改革の流れはすでに止まっている。71年、企業の評価基準が利益からノルマに戻ってしまい、73年、湖水銀は地方の経済権限を強化しようと試みるが、流れは中央による統制強化なんじゃ。よって頓挫。なお、76年から80年の第10次5カ年計画では品質と効率を重視したが、効率って、もちろん低調に終わった。しかし油田やガス田の開発は好調。西側から技術をバンバン取り入れた。さすが資源大国。でも自国の技術でどうにかしろよ。軍事一辺倒なんだろうな。76年の第25回共産党大会でブレジネフは発達した社会主義が構築されたと唱え、湖水銀が提唱する経済政策に触れられることは、限定的か。ブレジネフが完全掌握したんだな。ああ、この時点で完全に追いやられたとの分析が。でもなんで政治局に留まれるのかな？排除されてもおかしくないはず。経済分野で湖水銀の代わりになる人物がいなかったのでは？あと、権力への野望もないし、まあ、私の憶測だけど、マリサの憶測かい。そして、この年、72歳の湖水銀は一気に体調を崩す。なんだ？党大会の数ヶ月後、湖水銀は趣味のカヤックを漕いでいた。その時、心臓発作を起こし、カヤックが転覆、一時は意識不明の状態に、彼は入院を余儀なくされ後遺症も残ったようだ。そして入院期間中、ブレジネフは湖水銀が仕切る閣僚会議に、自身の腹心である政治局員チーホノフを副首相として送り込んだ。ピンチだ。湖水銀は復帰するも、権限をチーホノフに侵食されていく。なおこの年、ブレジネフも湖水銀同様ぶっ倒れ生死をさまよった。そしてその後の彼は異常なほど権力に固執していく。恐ろしや。77年にはポドゴルヌイの最高会議幹部会議長の肩書きを奪い取り政治局から追い出す。しかし、政治を取り仕切る能力が低下。アンドロポフ、ウスチノフ、側近のチェルネンコが台頭。政治局に湖水銀の居場所は？厳しいだろうな。なお事故から復帰後の湖水銀は意欲が失われ、短期で不官僚になったとの証言がある。そっかと言いつつも、外交では77年にフィンランドに訪問するなど余力はあったようだ。自利品じゃないのか？首相としてのまだ権威はあった。ただ、この頃ソ連の外交を主導していたのは外相グロムイコだ。グロムイコは湖水銀が外務省の管轄に干渉するのを嫌っていた。よって外交の場で目立つことは減っていったという。また縄張り争いか。経済は？79年、ソ連経済が停滞していく中、次の経済改革として、企業の自主性を拡大し、新たな生産指標を導入する。省庁の過度な細分化を抑え、縦割りの弊害を緩和する。ってなことを提唱。81年から85年の第11次5カ年計画にそれを盛り込んだ。似たようなこと65年から言い続けてないか？その通り、結局改革が遅々として進まなかったってことだな。もちろん、第11次5カ年計画の際も改革は十分に実施されず、79年秋、再び重い心臓発作に見舞われる。もう限界かな。ああ、どの時点かわからんが辞表を出しているらしい。70歳超えてるし引退してもいいだろ。しかし辞表は容認されている。マジか。クレムリンの長老政治は突然の変化を望まないんだろうな。2ヶ月間の入院と療養の後、執務に復帰。復帰後はエチオピア、イエメンに訪問。まだいける。なお、79年末のアフガニスタン侵攻の際、湖水銀は戦争のリスクが高すぎると反対した。おお、元気じゃん。なお、政治局で公然と侵攻に反対したのは湖水銀だけで、彼はますます政治的孤立を深める。あららら。この頃の湖水銀は、副官であるノビコフに、僕はウクライナ人たちにどうせ食われるさ、と悲観的な言葉を漏らしている。あかん。80年、湖水銀はモスクワオリンピック関連の業務や計画経済の業務をこなす。この頃の閣僚会議は、ブレジネフへの伺いなしでは決定できない状態になっており、中央委員会で湖水銀が行うはずの経済の演説をチーホノフが行うほどになっていた。悲しい。この年の10月、体調が悪化してしまい、入院することとなる。そして辞表をチェルネンコに提出。辞表は受理された。やっと解放された。指導部が辞表を出すよう促したとも、きっとチーホノフが首相になる段取りが完了したのだろう。話もええわ、胸くそが悪い。そうやって、湖水銀はただの年給受給者となった。首相の座はチーホノフが引き継いだ。ここで長年ソ連を支えた大物政治家への公式なねぎらいがあるものだが、なぜかそれがなく人民や官僚から疑問の声が出る。よって、ブレジネフが特別に湖水銀の功労に謝意を示す声明を発表した。なんだそれは。引退後の湖水銀は同僚だった官僚に、指導部の複雑な関係、重要な決定が勝手になされたこと、そして、改革への関心の喪失を打ち明けたらしい。もう引退したんだし、いいじゃない。そうだな、娘が見舞いに来た時はお茶を飲むかそれとも散歩に行くかと尋ね、長い散歩を楽しんだそうな。この時の顔色は良かったみたいだ。政治から解放され、心穏やかな日々が訪れたのかもしれない。よかったよかった。12月18日の朝、病院での回診の際、湖水銀は医師たちに笑顔を見せた直後、突然倒れた。急性の冠動脈不全だった。去年76歳。
突然だな。なお、翌日はブレジネフの誕生日だったため、訃報が遅れたようだ。国葬はブレジネフの誕生日祝賀行事が開催された後に行われた。亡くなってから5日経っていたそうな。ブレジネフは湖水銀を国家のために無私の努力をしたと称賛。位牌はクレムリンの壁に埋葬された。以上が湖水銀の解説だ。なんという切ない最後だ。ああ、彼の晩年は悲劇的に伝えられているな。複数の記事が当時の中央委員会や政治局から疎まれていたと指摘。なんか孤立奮闘感が半端ない。なぜここまで煙たがる？それだけソ連の政治家では異質だったのかも。大物なのにイデオロギーを感じないし。というか自ら、私は政治家じゃない、国家の主任技師だ、と言っている。クレムリンでは浮いてしまうんだな。なお、ある歴史学者は湖水銀について、改革者だったが、権力層に同志がいないため鄧小平のようにできない、と論じ、ゴルバチョフについては、なぜここでゴルバチョフ？ゴルバチョフは社会主義を改善するのではなく、そのものを変えようとした、と論じている。変えようとしたらソ連がぶっ壊れたじゃん。何を言いたい？ぶっ壊しが必要なほどソ連は硬直しており、改革は困難だったって意味です。湖水銀はよくやった。と思います。まあ拾ってきたネット記事で適当に総括してみたが、適当だったのか。私が印象に残ったのはそこではない。特筆すべきことは、湖水銀は噂話もスキャンダルもなく、全てがまともだったということだ。そこか。スラッとしたスタイルで、スポーツマンで、知的で思慮深く、人格も悪くない、過剰な権力志向がないのに仕事人間、そして高い実務能力、酒もコニャックをたしなむ程度で、シュランとは程遠い。おー、確かに他の政治家と違う。こりゃあブレジネフも嫉妬しますわ。湖水銀はそんな異質の政治家だったのだ。なんかよくわからないまとめになったけど、今回の解説動画はここまでだぜ。以上だ。ということで、よかったらチャンネル登録や高評価していただけると動画作成の励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。